さあ若市調査隊、はい、春のスペシャル、はい、ということでですね、今回から4回連続で静岡スペシャルをお送りしたいと思います。やってきました。そして何を置いても見てください、後ろに見事な富士山が素晴らしいですね、これね。今日景色最高ですね。最高ですね。静岡スペシャルのラインナップがこちら。まず今週は標高3776メートル、日本一の高さを誇る活火山の富士山。2週目は水深2500メートルという日本一深い湾、駿河湾に生息する多種多様な深海魚。そして3週目は趣の異なる2本の日本一の橋、蓬莱橋と三島スカイウォーク。最終週は今話題となっている徳川家康公のお墓がある久能山東照宮と盛りだくさんの内容です。今日一発目は何といってもこの富士山にこだわってみたいと思います。そしてこの富士山がですね、文化遺産に指定されましたのがなんと今からちょうど10年前2013年のことです。富士山が文化遺産になった理由としては、信仰の対象と芸術の源泉としての富士山ということでね、富士山は誰のもんでしょうか。お、それは知らないの。国のものかなと思ってたんですけど。国のものね、はい、思ってる方多いですね。はい、でも国有地ではありません。はい、特に8合目から上はある民間の所有になっています。そして、はい、富士山の頂上は静岡県なのか、はい、山梨県なのかどちらだと思います？言われてみたらわからないこと結構あるでしょう。そうですね。今日はそういった謎を解消したいと思います。はい、そんな富士山にまつわる疑問を調査隊がおすすめする3カ所の絶景スポットから調査。歴史的観点からも富士山の魅力に迫ります。すごい、いや見事ですね。綺麗。今日の若市調査隊は静岡スペシャル第1弾、世界文化遺産富士山の歴史と魅力を探ります。新幹線で新大阪駅からおよそ2時間の静岡市へ。まずやってきたのは静岡市にある景勝地、三保松原です。我々がいますこの場所、これもですね、富士山が世界遺産に認定されましたその構成資産の一つであります三保松原ですね。はい、5キロぐらいのこの海岸べりにですね、松林が茂ってまして、この松林に、ね、なんと3万本の松が。そんなにあるんですか。すぐ近くに美保神社という神社がありまして、そこの鎮守の森なんです、この三保松原はね。そういう神域なので長く保全されてきたということがあるんですが、世界文化遺産富士山は富士山域を中心に三保松原、山中湖や河口湖など25カ所の構成資産が登録されました。さらに三保松原は松原越しに富士山を望む景観が優れているとして、およそ100年前に日本で初めて名勝に指定されています。今まで浮世絵とかね、はい、いろんなですね、ものにも三保松原を舞台に富士山が描かれてきました。例えばね、はい、広重が描きましたこの有名な浮世絵ですね、これも三保松原含めた富士山が描かれてるんですね。まさにこの松林と海と富士山って最高の景色ですね。で、こういったですね浮世絵を通してですね、ヨーロッパにもこの富士山が知られるようになりましてね、ゴッホとか印象派の画家は浮世絵を模写したりしてますけども、そういうことでこの富士山も世界に知られるようになったということでしてね、はい、では、はい、さらにいろんな角度を描いた富士山を見てみたいと思います。わかりました、はい、行きましょう。富士山を望める2つ目のビュースポットは静岡市にある日本平。ここにですね2018年ほぼ5年前にですね、夢テラスというね展望所ができまして、これがですね隈研吾さん、有名な建築家のですね、国立競技場新しいそう東京オリンピックのあれとかね、今もう最新のですね、人気のビュースポットなんですね。なんかもう木が随所に使われてまして、なんか隈さんらしい建物ですね。すごい静岡一望できるんですね。すごいですね。そして富士山は
おお、ありました。見えた。ちょっと雲が頂上にかかってきてますけども。でもはっきりとその姿わかりますね。わかりますね。うわあ、綺麗だ。こういう形で見えるんですか。いや、なんか山と海とがいっぺんに見れて、結構これ贅沢な景観ですね。いいロケーション、素晴らしいロケーションですね。しかもここあれ360度ぐるっと回れるんで、いろんな景色楽しめるんですね。調査隊がやってきた3階の展望フロアの他に、隣には一周およそ200メートルの展望回廊もあり、散策しながら静岡市を俯瞰で楽しむことができます。そして土曜日は夜まで営業。夜景も格別です。で、あとオープニングで聞いたこの富士山は誰のものかっていうのが、誰のものかね、今からこの富士山の所有者の場所に行きたいと思います。そういうところがある行けるんですか。さらに富士山に関する疑問を歴史的観点から解き明かすため、富士宮市へ。富士山にぐーっと近づきます。富士山がですね、世界遺産に、登録されたのは信仰の対象と芸術の源泉としてということなんですけども、富士山が信仰の対象である原点がこちらの浅間大社です。なるほど。そして見てください、見事な富士山。すごいねえ。いや近づきましたね。私たちも見事ですね。綺麗。やっぱりここまで近づくと、山のこの凹凸がはっきりと分かりますね。分かりますね。朱塗りの鳥居と白い富士山、すごいですね。すごい綺麗ですね。日本中に実は浅間神社というのが1300カ所以上あるんですよ。ここがその総本社なんですけども、富士宮というのはこの富士山本宮浅間大社の昔からの地元での呼び名なんです。だからまさにこの神社がもうこの土地の中心、一丁目一番地です。ですね、山に浅間の狼という神様がおられて、その神様をここでお祭りしてるんです。で、富士山はその浅間の狼のいわばよりしろという関係になるわけですね。紀元前27年、富士の荒ぶる噴火を鎮めるため、富士山の麓に水の神である浅間の狼をお祭りしたことがこの神社の始まり。その後、西暦110年に大和尊命が浅間の狼をここから6キロほど離れた山宮浅間神社という神社に移しました。そこから時を経て806年、坂上の田村麻呂がこちらの富士山本宮浅間大社に浅間の狼を移し、社殿を造営したのです。ちなみにどちらの神社も三保松原と同じく世界遺産富士山の構成資産に含まれます。このですね、浅間大社は徳川家康公と大変深い関わりがありましてね、いろんな有名な武将との関わりのある神社なんですけども、そこにも馬に乗ったこれ武士ですか。これはね、源頼朝です。頼朝、鎌倉幕府を治めてた頃にこの辺によく狩りですね、狩猟、要するにやぶさめを奉納したというようなことが伝わっています。で、それが起源になって毎年やぶさめ行事が、神事がここで行われています。その楼門の前の広いこの通りでですね、こういう形で馬でかけてやぶさめをするというのが神事となんて残ってるんですが、その出発点はこの頼朝公だと言われています。なるほど。ご祭神は浅間の狼と呼ばれているこの花の咲夜姫の命。この花とつくことから桜がご神木とされ、やぶさめの神事が行われている通りには500本以上もの桜が植えられています。明治の初めまで浅間の狼を矛に乗せ、ここから富士山本宮浅間大社の前身とされる山宮浅間神社に里帰りさせる神事があり、楼門の前にはその矛を立てかけた矛立石も祀られています。徳川家康公はですね、関ヶ原の戦いで、勝利した後、そのお礼にということで、それと徳川幕府の安泰と繁栄を祈願してですね、こちらの浅間大社に30棟を超えるぐらいの社殿を寄進したんです。それが今
残ってるのが御本殿と拝殿とこの楼門ぐらいなんですけど、その前にちょっとどうしても立ち寄りたいところがありますので、こっちに。はいはい、いいですね。あ、ここも富士山綺麗に見えますよ。見えますね。そしてこの池ですけども、はい、すごい綺麗、透き通ってる。もう見事な美しさでしょ。へえ。この湧き水はですね、富士山の雪解け水が何年もかかって溶岩の地層を何層もくぐり抜けて長い時間を経てここで湧き出してるんです。湧水がですね玉のように湧いてくるんで、湧く玉池と呼ばれてる。あ、なるほど。じゃあまさに、はい、富士山の伏流水ってことですか。まさにそういうことです。でここでですねなんと1日に20万トンもの湧き水が出てるんです。結構出ますね。もう結構どころじゃない量です、すごい量です。すごいですね。それが田子の浦港とか駿河湾に行くわけですね。そしてですね、はい、ここにみそぎ所と書いてありますね。特に江戸時代になるともう富士山を信仰の対象として登る人がどんどん増えてきます。富士港みたいなものが広がったりします。でその富士山にお参りするために登る方が湧く玉池のこの水で身を清めてたんです。そんな神聖な御霊水は持ち帰ることもできます。ではいよいよ徳川家康公が寄進したという社殿へ。ではではお参りしてみましょう。さあ目の前が拝殿、それからその奥にそびえているのがですね、御本殿です。立派だ。2階建ての御本殿って見たことありますか。これ2階建てなんですか。後ろはそうです。横に回ればよくわかります。あれ本当だ。2階建てになってる。これは初めて見ましたね。もうここにしかないもんです。手前が拝殿、そして背後にあるのが国の重要文化財に指定されている本殿。この2階建ての本殿の建築様式が大変珍しく、1階は吹き下ろしの宝殿造り、2階は三間社流れ造りという他に例を見ない造りから千間造りと呼ばれています。これを築いて、ここに寄進したのが徳川家康公です。なるほど。いやもしかしたらじゃあ神様も富士山を見えるようにしたのかもしれないですね。そういうことになると思うんですよ。ちゃんと拝殿から富士山を擁拝する流れの中にこの上座がちょっと設定されているということかもしれません。面白いでしょ。しかも屋根の部分もですね、この切妻の流れるようになってて綺麗ですね。あれが流れ作りの一つの特徴です。いいですね。素晴らしいですね。それでは五十嵐さん、いよいよ最後にですね、富士山は誰のものかというね、それが分かる場所がすぐそこにあります。境内の。あ、そうですか。こちらです。ここにですね、石碑があります。富士山頂奥宮境内地行政訴訟。裁判に勝ったということを記念する石碑なんですけども、富士山の所有権をめぐる裁判なんです。そんな裁判があったんですか。あったんです。しかも17年間にわたって戦えた裁判なんです。もともとですね、富士山は誰のもんかというと徳川家康のもんだと。徳川幕府が宣言大社のもんだと。山頂の8合目から上はもうそういう結論を下してきたんですけども、明治新政府はこういう神社の土地とかそういうものを全部収奪して国有化しましたから。でそれが第二次世界大戦終わったところで、その元々の所有者に返すということで返されたんですが、富士山の山頂だけはこの宣言大社さんに返されなかったんですよ。なぜかというと日本を代表する山ですから、でこちらの方でいやそんなことはおかしいと裁判やりました。で最終的にはもう徳川幕府が宣言大社の所有権を認めてるという、その歴史的な文書が出てきたりしましてね、富士山の8合目から上はこちらの宣言大社のもんだということが確定したんです。でその時の裁判の一つの特例としては、頂上に至る登山道とそれから気候観測所がありますね。ここに関しては所有権の例外とすると。夏の開山期には
30万人以上の登山客でにぎわい、その時期は山頂にある富士山本宮浅間大社の奥宮に御神食が常駐されます。では、なぜ8合目以上が境内地となっているのでしょうか。一番山頂部分が火口になってます、はい、その火口の掘れてる底がだいたい8合目ぐらいまでの深さがあるだろうという。へそこに神様が回す、はい、だからそこまではもう要するに御神域なんです。そういうことで8合目からという規定で、はい、あとはい、その山頂が、ええ、どこの県に属しているのかっていう話も。山頂部分は富士山本宮浅間大社さんの門です、ですから、はい、静岡県と、山梨県またがってますけども、どちらの持ち物でもないということで、はい、もうそれは決めないで今までの歴史にのっとってやっていきましょういう話に落ち着いてるんですよ。だからどちらのものでもないです。なるほど。これだけね、日本人どなたも知ってるつもりの富士山にも実は意外な事実が隠されていたということですね。知らなかったです。はい、信仰の対象として日本人の心の拠り所になってきた富士山に改めて感動した調査隊。次週は駿河湾の深海魚やミステリアスな古代魚シーラカンスの世界に迫ります。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報 Z 10